俯瞰と煽りの描き方の動画が作れないかということで、まずは絵を描けなければはい、動画もできないということで、ある程度パターンがありますから、少し上にかかるかなぐらいの位置に耳を決めておけば、で首のつき方はまっすぐじゃなくてちょっと斜めについてますから、それを意識すれば、まっすぐじゃなくてやっぱり曲線を意識してやらないと。確かに曲がっていますね。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。視聴者からリクエストがあって、はいはい、俯瞰と煽りの描き方の動画が作れないかということで、まずは絵を描けなければ動画もできないということで、絵を描く練習をした方がいいですよね。そうですね。ある程度パターンがありますから、これが基本のパターンだと言っても、そうですね。よくあるパターンで、だいたいこんな感じで描いていって、目があったらだいたいその線より少し上にかかるかなぐらいの位置に耳を決めておけば、それなりに。で首のつき方はまっすぐじゃなくてちょっと斜めについてますから、それを意識すれば。なるほど。実際の顔でね、俯瞰で見ると正面顔なんか描きにくいんですけど、なんとか探ってこういうアングルとかを描く練習をしておいた方が。ちなみに鼻がどの角度から見て鼻が出張ってくるというか、こういうパターンはありますか？十分ありますよ。これよりも、頭を下げた感じなのか、そもそも鼻が高いが高い人なのか。もうあえてここまで描いたらもう目なんか描かなくて、髪の毛、もう髪の毛で隠しちゃうとか、それで鼻を見せるとか、そうやった方がかっこよくまとまるんで。なるほど。こっちも厄介というか、こっち側は見えないですね。反対側の目、こんな感じですから、向こう側の目はここら辺にありますよね。俯瞰ですから回り込んで。これ大体ほとんど横顔を上から見た感じですかね。こっちとこっちはよくありますよね。ロボットでもないんですよね。ロボットですか？ロボです。立体的に考えやすいですからね、こういう角張ったデザインの方が。これとこれは大体角度が同じように、反対側はそうです。俯瞰になると大体似たようなもんですから。まっすぐじゃなくてやっぱり曲線を意識してやらないと。目が大きくなると難しくなっていますね。その曲線を意識すると直線の上に乗っているような感じが、リアルだと確かに曲がっているはずですね。でもデフォルメされた、アニメのキャラでもやっぱりこの曲線は意識して描かれてますんで。確かに曲がっていますね。こっちも曲がっていますね。いろいろこういう絵はねありますから、それを見ながら模写なりなんなりして形を覚えていった方が早めに習得できますから。一番難しそうなのは、その煽りの時の顎のラインの、なんかこういう感じで分かりやすいようにここら辺は描いてみたんですけど、要は男性の場合ここら辺ね横に取っちゃって、この辺りを意識しながら形を取っていくとそれなりに見えると。よくはしょってますよね、こういうデザインのやつは。特にここは煽りかどうかっていうか煽りなんですけど、結構カメラ目線正面に近い感じの、目線とパースはこっち側ですけどね、これは。そうか、結構煽ってますね。そうですね。閉じ口になるともうちょっと顎が。なるほど。その口開いてるから。もう無理にここら辺は描かずに、こういう風にすっぱりと割り切っちゃって、煽りでも。そうするとこれでも煽りいけるということですね。このパターンは結構すごく煽っていると思ってもいいですかね。鼻に隠れちゃうぐらいですからね。こっちも一緒ですね。ちょっとだけ目が見えるっていうパターンですよね。でももうね、完全に隠れてる場合も完全に隠しちゃっても全然構わないんで。
もう鼻が高ければこれぐらいになっちゃって目なんかねここら辺に隠れちゃいますからああ見えないですね、確かに鼻のラインと眉毛がほぼつながっている感じのパターンですね、鼻筋が眉のね生え際まで伸びてるってことですから、なるほど。こっちもほとんど目が隠れてるんですけど、ちょっとだけは見えます。でここに影をつければこれに習ってつけてみましょう。でも意外と大きくない気がします。どこまで描くのかこう描きたくなりますね。こういう感じでちょっと余計な立体感がありますね。こういう骨張ったキャラだったらまずはこういうところにもねつけちゃって、でこうだからもうざっくりとここら辺思いっきり、こっちにもつけたりしますか？ここら辺こういうとこですね。つけすぎない感じですね。こっちはもう潰してしまっても構わないし実践では表現してないくぼみを表現するのにこういうところで影で表現するとか影での段階でやります。これは順光の光ですけど、はい、下からですか？フットライトだとこんな感じに怖くなってきました。こんな感じですかね。すごいなんか違うアニメになりました。影だけでね随分変わるでしょ基本のパターンをまとめてみようかな。これでいいのかわからないんですけど大きい比べるとこういう立体的な意識をしないと描けないですね。普段、前から目と鼻と口の距離が鼻がすごく目のラインに近づいてで口がさらに近づく。それは見る角度が違うからです。そうですね。逆にそれを意識しないと多分煽りには見えない。とりあえず顔の描き方として正面顔が一番幅が狭いですから。で横顔が後頭部もあるので、そうですね。一番幅が大きいと。はい。これさえすれば煽りっぽくなるっていうのがあれば、まず目の線を意識してで鼻は普通に正面だったらこういう感じで描くんですけど、こうじゃなくて、その鼻をもう少し上に描いて口を上に描けばちょっと煽りっぽくなるということですね。これだけ覚えていればなんとかなるので、そこからあと練習してください顔は平面じゃなくて凹凸がありますし、シールが貼られてるわけでもないので、そこら辺は考えて描かないと。いろいろありますが、アニメだとどれが一番色トレだけで実践なし？そうですね。開き口は閉じ口より幅が狭くなります。上が上下します、動くんですか？ちょっとリアルめになるとなるほど。